あ、どうも、河合です。今回は、ヘアケアについて、結構髪の毛をね、褒められるんですけど、なんかサラサラですね、とか、シャンプー何使ってるんですかとか、そういったことをいろいろ聞かれるんですけど、河合的にヘアケアで大事なことというか、シャンプーとかももちろん大事だとは思うんですけども、それよりもね、乾かし方とかの方が大事かなって思ってて、とりあえず今、髪の毛を洗ってきたので、ちょっと自然乾燥このままだったらしちゃうんで、早く乾かしていきます。髪の毛洗ったら、まずタオルドライ。タオルで水を拭くんですけど、その時にワシャワシャワシャってやんない。こう、キュッ、ポンポン、フォーン、フォーンって感じ。大まかな水を吸います。そして今吸い終わって、ちょっとした状態です。で、ここから放置しません。できるだけ早く乾かしましょう。を保湿したらすぐに乾かします。髪の毛ってね、水に弱いので、このまんま熱いって放置しちゃうと髪がどんどん傷んでいく可能性があります。そして乾かす前にヘアオイル使っていきます。マドンナリリっていうヘアオイル使ってるんですけど、ヘアオイルに関しては特にこだわりないです。何でもいいと思います。で、このヘアオイルを先につける意味は、ドライヤーの熱によるダメージを軽減するためです。ある程度手で塗ったら、コーム、こういうでかい、こういうんじゃなくて、こっちね。これを使ってヘアオイルをできるだけ髪の一本一本に馴染ませるような、行き渡らせるような気持ちで、これ大事です。はい。で、この状態で、ドライヤーしていきます。で、ドライヤーについてなんですけども、河合はパナソニックのナノ E モイスチャープラスっていうやつを使ってます。この先にさ、こういうカポってはめるくちばしみたいなやつあるじゃないですか。あれはつけません。あれをつけていいのは美容師さん。普段僕たちが使うときはつけないです。なぜかっていうと、くちばしをつけると一点集中で熱が当たるので、その分当て方が難しくなるんですよね。あまりにも一点集中して熱当てすぎると髪が傷んじゃうんで、基本的にはこういう何もつけない状態で広く当てていくみたいな感じですね。っていうのは、このドライヤーの説明書に書いてありました。取扱説明書に。なので確かな情報だと思います。はい。では、当てていきます。もうどんどん乾いてきちゃっている。で、当て方なんですけど、高い位置から。できるだけ高い位置。河合も本当にリアルにこのぐらい。このぐらいって言ってもわかんないから。結構もう、腕を、このぐらいの、このぐらい、伸ばしてこのぐらい伸ばして当ててます。で、こっちで、ワシャワシャしつつ、ドライヤーも振っていきます。で、最初の、イメージとしては、この一番あったかいので、髪の8割ぐらい乾かします。特に、髪のこの、中から毛先にかけてを8割ぐらいで乾かします。
きます。で、こう持って持ち上げてこう持ってこういう持ってこういう一番気をつけてるのはこの毛先の方から風を当てないということです。カイの場合こう流れてるじゃないですか。ここはこう流れている時にこっちから風を当てる。こっちとかこっちとか中もこういう侵入の仕方、こういう侵入わかります絶対にこっちから当てないってことですね。これなんでかっていうと髪の毛って濡れた状態の時っていうのはキューティクルがパカーンって開いてるんですよ。パーンって開いてる状態で、この開いてる状態のキューティクルに風を毛先から開いてる方から当てちゃうとどんどん髪の毛が傷んでいくというかサラサラな状態にならなくなってくるので、必ず根元から毛先に向けて風を当てるような、キューティクルに逆らわないような感じっていうのを意識してます。はい。じゃあ、8割ぐらい今乾きました。で、このドライヤーの場合だと、頭皮を乾かすっていう機能がついてるんで、今度はそれで頭皮の方を乾かしていきます。はい、こんな感じです。さっきの、温風の方で、もう毛先はもう乾いてる状態なので、今回やったぬるい風の方では、多少毛先の方からさっきみたいに根元を乾かしても OK っていう感じで河合はやってます。あったかいのとかぬるいので乾かし終わりました。今ので乾かし終わりました。そしたらあったかいうちにさっき使ったコームで溶きます。髪の毛を。で、さっきね、使ったヘアオイルとかもこの櫛に残ってたりするんで、一石二鳥でこんな感じでね、溶きます。で、溶いた後に冷たい風を上から当てていきます。
はい。これで完成です。できました。今の冷たい風の時はもうワシャワシャしない。ワシャワシャはせずに本当に上から当てて髪の毛を冷ますって感じです。髪の毛ってあったかい時は動きやすいんですよね。こうやって。アイロンとかでも巻く時でもね。そうだと思うんですけど。で、冷たくなる。冷めた時に形状が固定されるので、冷たい風を当てる前にコームで整えてあげて、冷たい風を優しく当てて冷ましてあげると、髪の毛を解いた綺麗な状態のまま固定されるという、そういう感じです。はい。以上で髪の毛の乾かし方でした。いかがだったでしょうか。ちょこちょこ間違ってるとこあるかもしれないですけども、河合が大事にしてるとこはそんな感じですね。で、ついでに言っておくと、シャンプーは、コタアイケアの5番使ってます。で、トリートメントの使用は今停止してます。なので、シャンプーだけです。シャンプーと、この洗い流さないトリートメントだけを髪にはやってます。で、あとね、すごい大事なのが、シャワーヘッドですね。シャワーヘッド。アンファーのシャワーヘッドを使ってて、何がいいかっていうと、すごい出る水が細かくて細くて頭皮にいいんですよね。頭皮とか髪の毛に対して汚れが落ちやすくて細かく行き届く。そして顔にも当てることができるぐらい優しいシャワーです。なので、シャワーヘッドもね、大事かなって思います。ただ、さっき言った乾かす時のルーティンですね。乾かす時の心がけみたいなのは、もうずーっと可愛いねも何年も続けてきて、自分的にはね、いいんじゃないかなって思ってるルーティンです。なので、ぜひ真似してみてはいかがでしょうか。間違ってたらごめんなさい、でも。知識として間違ってたらごめんなさい。うん。でも、事実として河合のこの髪の毛はあるわけですから。うん。めちゃくちゃ文句ないほど綺麗かって言われると、多分そうでもないんですけど、ちょこちょこね、こういう何本か、ピュンピュンピュンって出てるし。でも結構、美容師の方とかにもね、褒められたりもするので、悪くないと思いますけどね。多分ね、今回紹介したやり方は、何か新しく買うってことなく始められたりもするのではないでしょうか。必要なのはヘアオイル。何でもいいヘアオイル。可愛いのはね、かなり安いヘアオイルです。これ3本入りで2000円ぐらいだったっけ？いや、もうちょいしたかな。ちょっと、だいぶ前に買ったから忘れちゃった。楽天でめっちゃ安く仕入れました。で、コームね。めっちゃ安いね。めちゃくちゃ安いね。で、ちょっと河合はドライヤーだけはちょっと高いです。2万円くらいしたので、でも、毎日使うものだし、風が強いドライヤーっていいですよ。めちゃめちゃ時短ですから。特に髪の毛長い人、風が強いし、風が強いし、弱い、風だとね、なんか長い間ね、熱をこう当て続けなきゃいけないから髪にも良くないし、時間もかかるしね。夏場だとな、特に汗とかかいちゃうしな、乾かしてる間に。最高。はい、ということで河合のヘアケアの動画でした。また何か河合のこういったことに関してご質問などあれば、何なりと聞いてください。動画にしたり、
しなかったりすると思います。じゃあね、またね。